なあきなこ、オープン AI もアンスロピックも Google もマイクロソフトも AI モデルの覇権をかけたガチのライバルだよね。そうだよ。普段は開発競争でバチバチにやり合ってる中、なのになんでその4社のトップが同じ一通の手紙に揃ってサインしてるん？しかも中身が自分ら AI 企業をもっと厳しく縛ってくれって理解へのお願いやって。実はそれ結構深刻な話が隠れてるんだよね。なんでライバル同士が手を組んだのか、何がそんなに怖いのか、そして各社が自分の限界を認めた本当の理由まで、今日は全部見ていくよ。よっしゃ、聞いたろ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。きなこ、なんか今日はいつもよりマジな顔してるけど、何かあったん？今日はね、2026年6月4日に AI 業界のトップ4人が米議会に送った共同書簡について話すの。議会に手紙を送るの？なんかいきなりスケール大きい話やな。正式タイトルは必須の拡散合成スクリーニング及び記録保持の指示について合成 DNA/RNA の安全チェックを法律で義務化してほしいっていう要求書だよ。合成 DNA って何？初めて聞いた単語やし、なんか物騒な響きやけど。簡単に言うと、欲しい遺伝子配列を注文すれば作ってくれる技術、研究や医療で普通に使われてる実用技術だけど、使い方次第では危険にもなるんだよ。へえ、便利な技術だね。で、それを誰がそんな大ごとにしたの？署名したのはサム・アルトマンとダリオ・アモデイ、つまりオープン AI とアンスロピックのトップ2人なの。あの2人が普段はモデル対決でバチバチ火花散らしてるのに。しかもそれだけじゃないよ。 Google ディープマインドのデミス・ハサビスとマイクロソフト AI のムスタファ・スレイマンを署名してるの。あの永遠のライバル同士が4社揃って一枚岩になったん？手合うすぎるやろ。実はこの4人普段はガチガチのライバルなの。なんで足並み揃えたと思う？そんなに仲悪いの？それは後半でわかるよ。実は DNA 合成業界には2009年から IGSC っていう自主ルールがすでにあるんだけどね。自主ルールがあるならもうそれで十分な気もするけど、違うの？それが十分じゃないの。参加はあくまで任意だから、加わらない業者がいたら抜け道になっちゃうんだよ。なるほどな。で、結局この書簡は具体的に何を求めてるの？大きく2つ。すべての合成 DNA/RNA 業者に危険な配列データベースとの照合を義務化することと、注文者の身元確認、記録保持を徹底して事後に追跡できるようにすることだよ。破ったらどうなるの？まさかただのお願いってわけじゃないよね。罰則付きなの。違反したら個人で最大50万ドル、組織なら最大75万ドルの罰金だよ。めっちゃ本気やん。これただの声明文とちゃう、本気の要求やん。書簡の中身は分かったけど、そもそも何がそんなに怖いのか、次は AI が生物兵器作りにどう関わりうるかを見ていくね。ちょっと待ってよ。AI が病原体まで作れてしまうかもって、この間のニュースで見てマジでゾッとしたんだけど、あれって本当にあり得る話なの？いきなり完成品が作れるわけじゃないよ。AI の聞き方は大きく2種類あって、片方は素人の知識の床を上げる、もう片方は専門家の限界という天井を上げるって言われてるんだって。床？天井？何の話か全然わからないよ。もっと噛み砕いて教えてよ。僕にもわかるように。床を上げるのは LLM、つまりチャット GPT やクロードみたいな文章生成 AI のこと。専門知識が全然ない人でも質問するだけで一気に物知りレベルまで底上げできちゃうんだよ。へえ、床を上げるって専門知識ゼロの素人でも急に詳しくなれるってことか。そう。ランド研究所の2023、2024年の評価で LLM が天然痘や炭疽菌のような病原体の評価や隠蔽工作の提案まで手伝える可能性が示されてるの。アンスロピックの検証でも基礎知識を持つ初心者が生物兵器取得の特定ステップで情報収集する速度がぐっと上がったって報告されてるんだよ。そんなに聞くの？なんかその AI、普通に怖い存在なんじゃないかって思えてきたんだけど。もう一つが天井を上げる方、
アルファフォールドや ESM3 みたいな構造予測 AI が専門家でも思いつかない新しいタンパク質の形をゼロから設計できちゃうんだよ。それってめちゃくちゃ賢い専門家がさらに賢くなってしまうってことをなんか想像つかなくて正直かなり怖いんだけど。本当に怖いのは知ってるかじゃなくて、その情報を実行できる形に変換できるかなの。 LLM が手順や機材の調達方法まで教えて知識の差をなくしちゃうんだよ。しかも最近はコードをかける AI エージェントが自分でこの2つを自動でつないじゃう研究結果まで GovAI っていう海外の研究機関から報告されてるんだよ。AI 同士が勝手に手を組んで安全フィルターまで回避してしまうってことを、それも人間関係なく AI だけで完結してしまっているってこと、かなり怖い。 AI の技術的な脅威は分かった。次はそれを止めるはずの法律がなぜこんなに穴だらけなのかを見ていくよ。でもさ、生物兵器を禁止する条約とか AI を規制する法律とかもうあるんちゃうん？なんでそれであかんの？実はそこが制度上の穴なんだよね。1975年にできた生物兵器禁止条約 BWC って知ってる？名前は聞いたことあるかも。それが対象にしてるのって？この条約が対象にしてるのは物理的な病原体の所持や移転、つまり現物のものを規制する法律なの。一方で EU-AI アクトは AI モデルそのものを規制する法律。でもこっちは主に言語を扱う AI、 つまり文章を書くタイプの AI が対象なの。あ、待って、じゃあ AI が考え出したまだ誰も知らない遺伝子の設計データみたいなものはどっちの法律にも当てはまらないってことを？そう、まさにそこ。どちらの法律もそもそも制定された時代に AI がデジタルな遺伝子データを作るなんて想定してなかったの。つまり技術の穴があるっていうより法律が作られた年代のギャップなんだよ。新しいカテゴリーがまだ制度に組み込まれてないの。なるほどな。で、その穴を埋めるためにできたのがあの4社が支持してる新しい法案ってことを？その通り。上院議員のトム・コットンさんとエイミー・クロブシャーさんが超党派で出した S3741 っていう法案なの。この法案が求めてるのは DNA や RNA を合成する業者に注文の中身をきちんと確認して記録を残すことを義務付けるという内容。罰則の中身はさっき聞いたけど、施行までのスケジュールってどうなってるの？すぐ動くの？成立したら90日以内にホワイトハウスが今の監視体制の穴を評価して、そこから1年以内に商務省が正式な規制を作るスケジュールなの。1年って結構長いような。その間技術の方はどうなってるの？そこも考えられてて、NIST、アメリカの国立標準技術研究所の中に新しいスクリーニング技術を試せるサンドボックス環境も整備するんだって。法律の穴は分かった。でもここで一番の謎、 AI 企業自身は自分の中でどう対策してきたと思う？ねえモッチー、最初に言ったよね。普段はガチガチのライバルなのになんで4社揃って足並み揃えたと思う？って言ってたね。正直忘れかけてたよ。そろそろ教えてほしいな。実はね、各社ちゃんと実規制の仕組みは持ってるんだよ。アンスロピックは RSP、 責任あるスケーリングポリシーってやつ。RSP？ なんかいかつい名前やな。それって具体的に何を制限してんの？2026年春に改定された最新版だと、知識が少ない小規模チームでも危険な兵器を作れちゃうレベルを CBRN3 って定義してるの。おう、めっちゃ細かく決めてるんだね。しかも前のバージョンにはリスクを抑えられなければ展開を止めるって書いてあったのに、今回は柔軟な対応に変わったんだよ。自分たちで決めたルール緩めたってこと？ちょっと都合良すぎん？オープン AI にもプリペアドネスフレームワークってのがあって、2025年4月の改定で素人でも脅威を作れるレベルをハイ認定してるんだよ。へえ、オープン AI も同じようなことしてるんや。Google ディープマインドも2024年5月にフロンティアセーフティフレームワークを導入してて、マイクロソフトも独自の責任ある AI 基準を持ってるの。へえ、めっちゃちゃんとしてるじゃん。それでもう安心なんじゃないの？それが違うんだよ。モデルの中の安全対策ってジェールブレイクで簡単に外されちゃうの。ジェールブレイクって
あの脱獄、スマホの改造とは違うやつだよね。そう、 AI に別の設定になったつもりで答えてみたいな特殊な聞き方で制限を回避する手口のことなの。オープンソース版ならもっと簡単に外せちゃうし。じゃあ今まで頑張ってた安全対策って意味なかったん？意味はあるけど、それだけじゃ守りきれないってこと。しかも1社だけ厳しくしても規制の緩い他社にユーザーが逃げちゃうから。なるほど。だから4社まとめて動いたんや。モデルだけやろうで DNA 合成の入り口を閉められないってことか。そういうこと。ここまでがなぜ書簡を出したかの確信。じゃあ実際この動きに世間はどう反応してると思う？前の話で4社が自主規制だけじゃ無理って認めたよね。でもこの法案、業界も専門家もみんなもろ手を挙げて賛成してるってわけじゃないみたいなんだよ。そうなんだよ。上院じゃ共和党のコットン議員と民主党のクロブシャー議員が手を組んで超党派で法案を出してるの。そんな水と油みたいな2人が手を組むなんてよっぽど深刻な話ってことやん。珍しい組み合わせやな。通称 S3741 っていう法案なんだけど、下院には HR3029 っていう義務化じゃなく自主基準止まりの緩い法案もあって、まだ議会全体の足並みは揃ってないみたいなの。DNA を作ってる会社側はどう思ってるの？規制されたら商売上がったりしないの？儲け減りそうだけど大丈夫なの？実はツイストバイオサイエンスやシンセゴみたいな大手は法制化に賛成してるんだよ。もうコストかけてスクリーニングしてるからサボる安い競合を締め出せるの。そっか、ちゃんと真面目にやってる方が底値しないようにってことだよね。せこい業者を締め出せるのはわかるよ。商売としても筋が通ってるし悪い話じゃないな。でもね、専門家や研究者からは昨日の脅威に対する法案だって批判の声も出てるの。今のスクリーニングは基地の危険な配列としか照合できないみたいなんだって。だから AI が新しく設計した未知の配列はすり抜けちゃうかもしれなくて、床を上げても天井の攻撃は防げないって言われてるの。研究機関のコストや納期への懸念もあるんだって。賛成側にも反対側にもそれぞれちゃんとした言い分があるってわけだね。規制したい側もそれを避けたい側もみんな一理あるって不思議な構図だな。しかも議会は急いでるの。各州がバラバラに規制を作るとパッチワーク状態になっちゃうから、今の会期中に統一の連邦基準を固めたいんだって。国ごとにバラバラやと結局ややこしいもんな。統一しといた方が業者側も分かりやすいわな。じゃあこの先、この技術的な穴はどう埋まっていくと思う？最後にその展望を見ていくね。今の主流のスクリーニングって危険な配列のリストと完全一致するかを見るパターンマッチングが基本なんだよね。 AI がちょっとだけ配列をいじった新顔の場合、実はまだ弱いままなの。それめっちゃやばいやん。誰かちゃんと対策考えてへんのかいなって心配になるやんか。このままやとほんまにやばいことになりそうやんな。実はもう動いてるんだよ。フォースイオンという会社が AI の基盤モデルを使って配列を機能の予測空間にマッピングして、未知でも危険な働きを持つか自動で判定する技術を開発中なの。待って、急にむずくなったんだけど、もうちょっとだけ分かりやすく絵とかで教えてほしいな。頭パンチしそう。正直かなり焦ってる。例えば指名手配写真とドンピシャ一致するか照合するのが今のやり方だよ。こっちは骨格や表情の癖からこれ危ないことできそうな顔してるかを判定するイメージに近いかな。ほな、まだ完璧ってわけやないんやろ。他にも穴あるかもしれへんし、実用化もこれからしっかり詰めなあかんのやろ。気になるわほんまに。そうなの。センチネルバイオ等からの助成金支援を受けて、今はサンドボックス環境で実証実験が進められてる段階なんだって。業界標準になるにはまだ時間がかかりそうなんだよね。2026年後半の法規制スケジュールにこの技術が本当に間に合うかは正直まだ未知数なの。法整備と技術開発両方が同時にしっかり前へ進まないと片手落ちになっちゃうんだよね。技術の進化と法律、どっちが先に行くんだろうな。なんか本当にスリリングな時代に生きてる気がするよ。僕らこの目でしっかり最後まで見届けたいな。楽しみだな。今日は普段はライバルのはずの4社 CEO が手を組んで
合成 DNA スクリーニングの法制化を議会に求めた書簡から、実規制の限界を自ら認めた革新までじっくり見てきたね。 AI を作った会社が自分からこれは危ないから規制してほしい言うんはほんまに意外やったわ。 AI の限界を一番よく分かってる企業自身がそれを認めて自分から声を上げたのは AI ガバナンスが新しいフェーズに入った証だと思うんだよね。せやせや、これ保存しとこ。4社のガバナンスクレームワーク企画表、後で見返すのにめっちゃ便利やと思うで。これって専門家の間でもまだ答えが出てない賛否両論ある議論中のテーマなんだよね。みんなはこの動きどう思う？そういえば今日はリサーチと動画チェックで飼い主のタブレットの充電めっちゃ使っちゃったわ。後でバレんといいけどな、ドキドキやわ。もう飼い主にバレて怒られたら大変なんだから、次はもうちょっと気をつけてよね。実はこの AI が専門家の壁を壊す話、コーディングの世界でも似たようなことが起きてるんだよね。それはまた別の動画で詳しく話すね。コーディングの世界でも専門家の壁が壊れてるって話？めっちゃ気になるわ。次の動画も楽しみにしとこな。参考になったら高評価いいねを押してくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。